せやけどな、俺にはとても言えへんよ。レオンが移籍しようとしてるかもしれないやなんて。決めた。俺プンプンクッキングやる。でも理想の自分も諦めない。家庭的なチャラ男として新しいジャンルを切り開いてやるよ。チャラ男、この私がライゼンプロダクションの養成所に入所することを決めたのだ。また共に歩き出せる喜びを噛みしめるがいい。ちょうどよかった。お前らに相談がある。ジンタロウ、相談クック任せて。ズバリ言うわよ。おう。さ、もしダチが遠いとこに行くかもしれねえってなったら、お前らならどうする？ダチ、友達、引っ越し？いやでもそうだな、どこか行くってのは同じだな。俺はあいつが同じとこにいるもんだと勝手に思ってたけど違ってた。よそへ行くらしくてよ。でもそっちの方があいつにとってはいいような気もするんだよ。つまりどういう話？俺はまたライゼンで一緒にレッスンして、いつか丸メガネと同じステージに立てるのを楽しみにしてたけど、別の事務所からデビューするなら当たり前だけどできなくなっちまうわけで。ジンタロウ、シオンの相談？ちげえよ。他にも丸メガネっつダチがいいんだよ。ねえ、シオンはどこの事務所に入るって言ってたの？丸メガネの話じゃねえっつってんだろ。別の丸メガネだよ。じゃあその丸メガネさんはどこへ行くって？なんだっけな、なんとかって事務所に連絡してみるとかなんとかって話してて。だから丸メガネの話じゃねえ。はにゃ？つまりどういうこと？つまりシオンは僕たちと同じライゼンではなくて他の事務所でアイドルになるかもしれないってことだよ。シオン、バイバイ？バイバイじゃねえだろうけど、でも一緒の事務所の仲間ではなくなるな。でもそれが丸メガネの望んだことなら。ジンタロウ、今のジンタロウ、なめたけない。なめたけ？朝飯の話か？もしかして情けないじゃない？それ、ジンタロウいつも元気いっぱい、もりもり。シオン嫌がってても気にしない。なのに今遠慮してる。どうして？どうしてって言うて、ジンタロウ。ジンタロウの気持ち言うのとっても大事。クックも前ナゴムに言われた。クックオーディションやめる言った時、ナゴム言った。クックアイドルやりたいって。クック本当はアイドルやりたかった。友達のこともそれ以外のことも関係ない。一番大切なのは自分が、クックがどう思ってるかだよ。ねえ教えてクック、君はアイドルになりたい？クックアイドルなりたい。ナゴムとライバルしてアイドルなりたい。今クックの一番楽しいこと、クックの夢。クック嬉しかった。だからクックアイドル夢諦めなかった。ナゴムのおかげ。クック、ジンタロウ、シオンのこと大切。ちゃんと言うのも大切。ジンタロウがどう思ってるか伝えて決めるのシオン。ジンタロウ、シオンに気持ち伝えて。俺の気持ち。そっか、そうだよな。自分の行動に悩むなんてジンタロウ様らしくなかったぜ。ありがとなクック。ジンタロウ、砕けろ。当たってが抜けてる。しかも砕ける前提なんだね。砕けてたまるかよ。でも
どんなことになっても俺は丸メガネの選んだ道を応援する。俺もシオンを応援する。クックもシオンパニャニャーン。っていうかだから丸メガネの話じゃねえって別の丸メガネだっつってんだろ。そうだったね。で、ちょっと待って、今双葉からメッセージが来たよ。レイが養成所に入所するの決めたって。よかったじゃねえか。これから養成所も賑やかになるね。みんなに負けないように俺たちも頑張るよ。みんなパニャニャーン。あれ、そういえばクックってレオンがテラス席座ってくれてよかったね。こっちも隠れながら様子が見られる。でもここだとレオンの声が聞き取りづらいね。しゃあないやろ。もっと近づいたらバレるやろうし。はあ、今日に限ってレオンに盗聴器つけるん忘れてもうたわ。犯罪。いくら僕でもそれは引く。ボケ殺しか。冗談やん。冗談に聞こえないんだよな。ちゅうかこんな大所帯になってしもてレオンにバレたらどないするん。もっと気配消しや。仕方ないだろ。ナゴム兄さんの輝くオーラは物陰なんかじゃ隠しきれないんだから。ごめんねカズ。俺頑張って消すから。何言うてるんこの二人。っていうか今何？メッセージ来てたの気がつかなかった？だから何の話？養成所レイも入所したって。本当だ。よかったね。せやな。人も増えてこれで養成所の運営なんとかなるんちゃう？そっちの心配？てかちょっと皆さん、ターゲットレオンの席誰か近づいてますよ。レオンは一体誰と待ち合わせてうるさ。あの人は生ベンジャミン・カムイだ。せやからミオくんうるさいて。バレてバレたわ。お前らハロー、久しぶりだね。ハロー。ここで何をしている？なんもみんなで仲良く散歩やでなあ。嘘つけ。嘘やで。バレてしもたんならしゃあなしやな。尾行や尾行。てかレオンが会う相手ってカムイさんやったんやな。俺が誰に会おうと関係ねえだろ。関係なくない。遺跡話ナゴム兄さんがどれだけ心配してると思ってるんだよ。カズ。何の話だ？あれ？レオンの遺跡の話だけど。揃いも揃ってくだらねえ。そんなことでこそこそ人をつけ回していたのか？くだらなくなんかないでしょ。クランブはこないだデビューしたばかりなんだよ。なのに遺跡なんて。だから何の話だって言ってんだろ。なんだかすれ違いが起きてるみたいだね。レオン、君ちゃんと説明してあげたらどうだい？めんどくせえ。何それ？そんなんやからこっちがこそこそストーカーするしかなくなるやん。今さりげなくとんでもねえ正当化をした。カムイさんがここにいる理由もわからんし。日本でやる公演の演出があってね、この後ライゼンプロダクションの事務所にも顔を出そうと思ってたんだよ。でその前にレオンから依頼されていた調査報告をしようと待ち合わせしてたってわけ。調査報告？ライゼンプロダクションのお家騒動についてどういう経緯でどうなっているのか調べてくれって。無茶ぶりだよね。世界的演出家を探偵として使ったの？レオン追用。んなこと調べるためにこそこそしとったんか。そんな自分のパパに頼んだら一発でわかることやん。まどろっこし。誰があいつになんか頼むかや。キャー怖。それで経緯というのは分かったんですか？週刊誌に載っていたからライゼンプロダクションのお家騒動についてはみんなも知っているよね。あの騒動の末にライゼンはテールウィンドオフィスに乗っ取りにあったけど、そこに至るにはかなり深刻な経緯があったんだ。
もったいつけるな。とっとと話せ。本当に知りたいかい？当たり前だけど、知ったら君たちはもう知る前には戻れない。どういうことだ？どうやらライゼンプロダクションの社長は稲本さんは君たちデビューメンバーを人質に取られたらしい。嬉しいよ。わざわざ君の方から出向いてくれるなんてね。いえ、お忙しい中お時間作っていただきありがとうございます。当たり前じゃないか。あの天才子役葉月しおんくん直々のお願いなんだから。恐縮です。そんなに緊張しないで。この部屋に入るのも初めてじゃないでしょ。いえ、今日初めてですか？ああ、そうか。元ライゼンプロダクションの社長室といってもここまで面影がないとわからないよね。前のライゼンの社長はとっても趣味が悪かったからさ、僕がデザインしてまるっと変えたんだよ。どうかな？ライゼンの頃とは比べ物にならないほどおしゃれでしょ？すみません、以前のお部屋を見たことがないので。それは残念。でも断然こっちの方がいいよ。シオンくんが呼吸をするのにふさわしい空間だ。ありがとうございます。君の経歴を改めて見たけれど、さすが天才子役の名にふさわしい出演歴だね。赤ちゃんの頃から CM に引っ張りだこだったんだって。それほどの容姿だもの。当たり前か。モデルに連続ドラマ、あの歴史ドラマまでこなしている。本当に素晴らしい。そんな、ほとんど赤ん坊の頃の話ですので。こんなに輝かしい功績を持つ人間をどうしてライゼンプロダクションは埋もれさせていたのかって嘆かわしい。私には理解ができないよ。シオン君はあのわけのわからないオーディションのせいで1年間を無駄にしたわけだろ。かわいそうに。これだけの経歴と君の才能があればすぐにでも大きな仕事が用意できたはずだよ。いえ、経歴に頼らずに一から挑戦したかったのは僕なので。だからバーサスアンビバレンスのオーディションには感謝しています。ああ、なんて謙虚なんだ君は。性格まで素晴らしいなんて。それに引き換えライゼンプロダクション、どこまでも忌々しい。そうだったね。今日足を運んでもらった件についてだけど。はい、僕でお役に立てるのであれば。太陽の真下照らされたシャインマイウェイ足踏み揃えて通り過ぎてきた過去の日々を糧にして俺らが作る奇跡はこれから何気なく歩くその道をチャンチャンチャン視界だけのハンサムウェイに何一つ乗ってないってなんか逆にかっこよくないなんてふざけて笑って進む道の先へ進むべきウェイもうウェイ輝く汗